ハロー、こんにちは、大家好。オンライン日本語教師のなるです。今回の動画では日本語教師らしく皆さんに効率よく単語を覚える方法をシェアしたいと思います。伝授します。この動画を見てまずは1週間試してほしいです。それで効果を感じなかったらそれはすみません。人それぞれ好きな方法はあると思うので、私の覚え方は参考程度に、まずはお試し程度にやってみてください。一応私も言語学習歴は長くて、中国語は日常会話が問題ないレベル。今はスペイン語を勉強中です。日本語教師も5年間しているので、言語学習の知識は平均より普通の人よりは上かなと思います。なので、騙されたと思ってこの方法をやってみてください。1つ目、自分のテンションが上がるノートを準備してください。単語は本当に地道に覚えていかないといけないので、まずは自分のテンションが上がるノートを準備してモチベーションを上げてください。外国語習得は私が今ハマっている筋トレと同じだなと思っていて、毎日コツコツ頑張ればそれが絶対身につきます。筋トレ中は息が上がってやめたいと思うことも何度もあります。筋肉痛でもう次の日、体全身が痛くて苦しい時もあります。でもそれを乗り越えればなりたい自分になれるんです。筋トレもすぐに効果が出るわけではありません。本当に毎日コツコツ続ければ少しずつ変化していきます。筋トレをするときも可愛いウェアを着ればテンションが上がりますよね。それと同じです。自分のテンションが上がるノートをまずは準備してください。私のスペイン語のノートはこちらです。はい、全然可愛くないですよね。スペインに機能的で可愛いノートがなかなか売っていなくて、私は機能的な部分を考えてこのノートを買いました。ノート自体はあまり可愛くないんですが、私はちょっと工夫をしました。それがこちらです。たったーんここにキーホルダーをつけました。これはね、このノートを買った文房具屋で売っていた、キーホルダーです。名前をつけました。ニニちゃんです。私ね、こういうなんて言うんだろうな、王道かわいいではなくて、ちょっとなんか気持ち悪いというか、微妙なキャラクターが結構好きなんですよね。目の黒い部分がちょっと消えている。気を取り直して、ノート自体はね、あまり可愛くないというか、普通のノートなんですが、こういうキーホルダーをつけることでちょっと自分のテンションを上げています。皆さんもぜひこういうリングノートを買って、ここに好きなキャラクターのキーホルダー、好きなアイドルのキーホルダーなんかをつけてテンションを上げてみてください。2つ目、ノートに単語と例文を書いてください。ではノートの中身ですね。使い方を説明します。ノートは見開きで使います。こっちのページに覚えたい単語と例文を書きます。ちょっと私のスペイン語のノートを見せるのは恥ずかしいので、例を画像で載せておきます。こんな感じです。覚えたい単語は何でもいいです。JLPT の参考書に出てきた単語でもいいし、授業で習った単語でもいいし、YouTube を見ていて、アニメを見ていて、ちょうど出てきた単語でも何でもいいです。覚えたい単語を書いたら、その横か下に例文を書いてください。この例文を書くとき、注意することがいくつかあります。一つ目は自分のレベルに合った例文を書いてください。自分のレベルが初級なのに上級の例文を書いてしまうと覚えるのが大変になってしまいます。自分のレベルに合わせた例文を書いてください。理想は自分のレベルよりちょっとだけ上の例文を書くといいと思います。今はね、ネットとか AI とかチャット GP とかがすごく発展しているので、そういうツールを使って書いてください。ただし、ネットやチャット GPT の情報が 100% 合っているわけではないので、できたら
ネイティブの方にチェックしてもらうのが一番だと思います。例文を書くときに注意すること2つ目。自分の生活で使えそうな例文を選んで書いてください。特に初級の方、自分の生活に全然関係ない例文を書くと覚えるのが本当に大変になります。AI やチャット GPT に例文を作ってもらう場合は、日常生活で使えそうな例文をお願い。こんな風に打ち込むと日常生活で使えそうな文をたくさん出してくれます。そんな風に活用して例文を作ってください。注意すること3つ目。例文の翻訳は書かないでください。例文の翻訳を書くと、その例文を見たとき、すぐ翻訳を見てしまって、頭でこの例文の意味は何だっけと考えることがなくなってしまいます。でも、この考えるという過程が本当に大事なんです。思い出すという過程を本当に大事にしてください。そのためにも例文の翻訳は絶対書かないでください。覚える単語の数は人によって変わると思います。高校生や大学生みたいに比較的時間がある人は1週間に30個覚えられるかもしれないし、社会人ですごく忙しい人は1週間に10個覚えるのが限界かもしれません。私は今スペイン語の単語を1週間に10個から20個ぐらい覚えています。それを続けたら1ヶ月で40個、多い時には80個新しい単語を覚えたことになるんです。結構すごくないですか？3つ目、さっき単語と例文を書いたノートの隣に自分で問題を作って書いてください。例はまた画像で出しておきます。こんな感じです。こんな風に穴埋めの問題を作ってください。これも翻訳は絶対書かないでください。これは私が学生時代からよくやっていたテスト勉強の方法です。この問題はさっきこっち側で書いた例文とは別の文を使ってください。それから問題を書く順番も大事です。こっちのページで書いたこの単語の順番とは別にランダムで問題を書いてください。一番上の問題の答えは1番目、2番目の問題の答えは2番目。こんな風にしないように書いてください。そして私の場合はこの穴埋め問題の答えもここには書きません。答えを書くとその答えにすぐ頼ってしまって考えることをしなくなってしまうので、私は答えを書きません。答えを忘れてしまった場合はこっちの単語や例文を見て思い出します。それでも思い出せないときはチャット GPT にこの穴埋め問題の単語の部分何かなと相談します。まずは自分の頭で考える、思い出すというのを本当に大事にしています。何度でも言います。この過程が大事なんです。4つ目、その問題を見ないですぐ答えられるようになるまで毎日解いてください。私の場合、見ないですぐ答えられた問題にはチェックをつけています。このチェックが3つ溜まったら覚えられたということにしています。なので1つの単語を覚えるのに最低3日はかけています。この3回繰り返すというのも私はすごく大事にしています。学生時代もテスト前、参考書を私は3回やっていました。最低3回ですね。それで学年1位の成績でした。間違えた単語や思い出せない単語は答えを確認してノートに書いて練習してください。この時も答えの単語を見ながらずっと書く練習をしてもあまり意味がないので、一回その答えの単語を見たらもう見ないで頭の中で思い出しながらその単語を書いてください。そのページの単語を半分以上覚えられたらまた新しいページに行って単語、例文、問題を書いてそれをどんどん繰り返していってください。そして最後です。3回見ないで解けたとしても時々1週間に1回はその問題を見返して解いて復習してください。外国語の単語は使わないと本当にすぐ忘れてしまいます。繰り返し思い出して脳みそに定着させましょう。具体的な単語の覚え方の紹介はここまでです。本当に1回でいいので騙されたと思ってこの方法やってみてください。外国語の単語も文法も私はちょっと引き出しみたいな感じだなと思っています。
単語の量、引き出しの量がどんどん増えていくのはいいんですが、どこにどの単語がしまってあるのかわからなくなっていくんですよね。わからないと使いたい時に使えない、そういう状態になってしまいます。なのでその引き出しを頻繁に開けて、どこにどの単語があるのか確認しないといけません。もうずっと開けていない引き出しは硬くなっていて開かなくなっているので、使いたい時に使えないんですよ。だから頻繁に開けること、思い出すことが本当に大事です。しつこいと思いましたか？何回も何回も言いますよ。思い出すことが大事です。日本語を頻繁に使ったり聞いたりする環境にいる人は、その引き出しを開ける頻度がすごく高いと思います。でもそういう環境にいない人は意識をしないとその引き出しを開けないので、そこは努力が必要です。その意識が自分一人でできる人もいれば、環境を強制的に変えないと意識できないという人もいると思います。それこそ先生がいた方がやらないというプレッシャーがかかるので、もし先生が必要な人はぜひ私と一緒に勉強しましょう。私も今スペイン語を勉強していて、スペイン語のやる気が少しはあるんですが、すごくたくさんあるわけではないので、今スペイン語の教室に通っていて、お金を払って自分にプレッシャーをかけて頑張っています。そういう環境づくりも外国語習得には大事だと思います。どうやったら自分が頑張って勉強できるのか、甘えず厳しくできるのか、ぜひ皆さん自分で考えてみてください。独学で勉強しましたみたいな動画もよく見ますが、本当に人それぞれだと思います。独学で習得できる人は本当にすごいと思いますが、自分を理解して向き合って分析して留学を選ぶとか、オンラインレッスンを選ぶとか、そういう選択、行動をした人も本当にすごいと思います。日本語の勉強のために私の動画を見てくれている皆さんも本当にすごいです。拍手。外国語習得、一緒に頑張りましょう。私もスペイン語頑張ります。いつか皆さんに私のスペイン語披露します。今自分で自分にプレッシャーをかけました。この動画が役に立ったと思う人はグッドボタンをお願いします。TikTok、Instagram もしています。そちらもフォローお願いします。オンラインで日本語を教えているので、興味がある人は概要欄のリンクからチェックしてください。それでは今日の動画はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画で。じゃあねー。この子、ニニちゃんと言うんですが、ニニはスペイン語でフリーター？何もしていない人？そういう意味があるらしいです。でもニニという発音が可愛いのでニニちゃんにしました。ほい。